うしよう。パンチや。すいません。大丈夫ですか？脳みそバーンですよ。脳みそバーン。ウィーバー。はい、どうも現代忍者のタです。久しぶりに稲川先生のペースで来ております。そうだね、師匠と久々だね。はい、今日の企画ね、はい、ゼロゲーム戦当日の原点回帰ということで、原点、はい、肘じゃないですか、奥義。ゼロレンジの奥義は基本的に肘で、人に見せるな、やつ買うなと言われている技でございます。先生の肩甲骨の可動域って、ちょっとね、皆さんね、びっくりすると思うんですよ、視聴者さん。すごいよね。稲川先生が最初からずっと飲まれてて、俺もそうけど、先生と組んでも終わった時とかってもうやっぱりベロベロにやっぱね、そこはもう危険な回になる。危険な回になるな。がっつり来るよ、オーダー。とりあえずちょっとその先生にいろいろお話聞きたいので、中入って聞きましょうか。そうだね。失礼します、先生。お疲れ様です。本当にお久しぶりです。いやー、お久しぶりです。お久しぶりです。おー、元気でした。元気だったんですけど。昨日からずっと飲まれてるって聞きましたけれども、俺、戦闘者訓練から変えられてまだ膝が浅いと聞きました。そう、もうね、1週間前後なんで、向こうだともう周回切るかギリギリの境界線やってきたんで、ちょっと帰ってきたら、美味しいお酒と休養を取りながらちょっと飲ませていただいてます。すいません。ゼロゲル戦闘術の奥義でもある肘、円臂の技を先生に教えてもらうっていう、今日ちょっと危険なエルボースペアですね。これね、タクさんには禁止してるんですよ。190センチ、130キロでくださいって言うと、バンおーって言うとこうシュッと言って、あ、折れましたねっていう。いや、それはタクさんはちょっと映画関係者に先生の肘で流せないから。タクチャンネル。肩甲骨から、結局肘ってめちゃくちゃ通りやすいじゃないですか。だから本当にウェーブも一番乗りやすいんですよね。一番拳って結構広いんで、こう鍛えようと鍛えまいとちょっとずれるとあるんですけど、肘ってこれしかないんで、そこの威力が出ますよね。あと先生のやっぱディフェンスもやっぱり肘から流していくっていうね。先生のそのまず肩甲骨の可動域、視聴者さんにまだ見せたことないんですよ、実は。だからちょっとまず見せてあげたいですね。背中を動かしていただいて。いいですか？普通はワンツーで動かないじゃないですか。肩甲を使って一声ですよね。肘でボクシング結構そうです。そう、肘ボクシングってそういえば先生とやったわ。カメラにも先生いただけますか？肘でボクシングをするっていうのをやりましたよね。下から上にこう突き上がる。これがなかなか上がんないんですよ。アッパーね。どうです？あなた。僕はレッグマスターなんです。それはもう上がりますよ。例えばね、足だけして肘でボクシングがジャブでしょ。でボディからここでアッパースカーンってこうやって。どうですか先生？いや、本当そうです。今でもそのディフェンスオンリーでマーシャルたちがグローブつけて殴ってくるのを全部肘で点で相手の拳に当てるっていうのはいまだにちゃんとやってるし。やっぱこれやりますよ。やりますよね。実際にちょっとね、見せてもらいましょう。はい。普通はこうパーリング、格闘技はパン。おお。こっちの。で、これがこうもあれば、こうすると技に気絶戦闘の技に、ありがとうございます。だからこうして普通はずっと下がるじゃないですか。肘だと下がらなくて済むんで。足田今受けてみてどうだった？今グローブあったわけなんだけど。ですけど、ピンポイントでこの細かい骨のとこあるじゃないですか。多分素手だったらいってますね。もう握れなくなっちゃいます。肘硬いもんね。硬いです。ゼロ距離の場所からでも相手にストーンと突き刺すことができるんだよ。でもさ、ゼロ距離でしょ。ゼロ距離。
その別に効かないでしょ。いや聞く聞かないの話じゃなくて笑っちゃいますよ。そうですね。やばいんだから。でもまあそうですよね。そうですよね。それをだからちょっとけど先生、太田やっぱり達人たちからもらう機会が太田も増えてきて、めちゃめちゃ今体鍛えて筋肉の鎧つけてるんです。はい今日は体験してもよろしいですか？やってみてください。ありがとうございます。その代わり1センチから2.5センチください。こっからいくとそうですね。前の大変さみたいになっちゃうんで。じゃあたくちゃんからもらう前にまず視聴者さんを代表してゼロキロ戦闘術を学んだことのない人間が押した時に吹っ飛ぶのかっていうのでちょっと検証したいと思います。先生いきますね。はい。押せないな。まず押せないんだね。そうか。視聴者さん先生ウェーブやってほしいですよね。押せるの？押せるし引くよ。だからこの一番筋肉あるんですよね。さっき太田ここら辺やってたけど本当はここ危険だからこのままだよ太田。ここだったらいい？こう肩甲を使うからね。それは痛いっすよね。それは痛いっすよね。さあまずなんであんなに視聴者さんあんなに吹っ飛ばされたのがすごくないですか視聴者さん。ただ本当に入るのはこういうそううガッてなる。ここはダメ。ここの正中線で引きつけてこことかにドーンってやられるとそれはもうダメです。それをもうこの距離からでもサカーンっていくわけだから。行くわ。ファーンっていくんだから。まず気をつけです。気をつけ。怖いわ。大丈夫大丈夫。これがでかい残るやつね。中にいるパチンコ玉パチンコ玉が中に。いやちょっとゴルフボールを今ゴルフボールが入った今日はゴルフボールをやらないのに今日やパセント社訓練明けで俺今つけて太田飛ばしたの分かるでしょ。優しかっただけで本当にパーンって入れると今の感じでもう入ってくる。もう絶対振らないで。もう振ったらダメ流せなくなる。そうだね。大人になるから。めっちゃ笑ってるし。またチャージした。またチャージしてる。敬礼が先生の敬礼が出た時はもう調子いいです。タクチャンネル。こんだけ要は先生も言ったけど前を下がるんじゃなくて肘だから入っていく、その中で連打がこの近距離で来ると思ったらゾッとするでしょ。これが先生から教わった奥義なのよ。肘の全部鎮中を狙って槍のようについていくんで、だからスピアって言うんですよ。エルボスピアって言うんですね。ここでちょっと俺がちょっと軽くやばいから肘がこれでもまあ軽くそう軽くやっても遊んでるからほら持ってられないのよ。ちょっとやばくない？やばい。公園じゃないじゃん。ストーンってやるだけでゼロ距離入る。トーンって入るから。拳はまっすぐ打てるんですね。正中線から。これこう回すと芦屋ちゃんがプロの格闘家だとここでガードされちゃうんで、肩甲骨の可動域で正面からいくと「えい」じゃなく、肩甲骨を出すことによって垂直に。そうすると銃も抜けるしナイフも抜けるしっていう戦闘術の一つなんですね。こうやって振りかぶれば力出るんですけどここまで読まれるんで、どっからショートでドンでスッサンといくっていうね。やっぱりウェーブ歩きだよ。ただの肘の技だとそこまで効かない。痛いは痛いけどウェーブが乗るともう本当に次元は変わる。丹田って大事なんです。
最初やっぱデブになることかと思ってお腹も出てくるからすげえ嫌だと思ったんですよね、バッキバキだったじゃないですか。そうなんですだからこうお腹にこうぽっこりお腹になることが恥ずかしかったけどやっぱり先生がそんなん丹田なんですがそうそういやとりあえず筋肉に依存しないので骨に依骨存して骨腱と骨に、この肩甲骨からのこのウェーブの螺旋状の力をとにかく使ってくださいっていうこの関係で肘を今だったら肘伝授できる。じゃあちょっと再度はい戻すんですけど、はい先生の肩甲骨を動かしてるのをちょっとタクちゃん解説してくれる、視聴者さんに分かりやすく。はい左の肘のジャブとかもそうでしょほら、要は普通の人だとここから肘出してもこうなってるでしょ、で先生のよく見てて、ゆっくり先生いくとここからさらにここに行ってるのからほら伸びてる伸びるだよね、1段階なんだよね普通の人やるの、こうなの、そこをこう1って肩甲骨で上げてるわけです肩甲骨を思いっきりウェーブかけて上げてここにウェーブの差が出るのそこがそのウェーブの身体操作身体操作の最後の伸びって伸びなんだそうですね。でそれが俺もそこまで考えてなかったんですよ。伝授してでたくさんがやっぱりこうオリジンにしてったっていうか、俺はただ肩甲骨出せばいいですいや肩甲骨出せばいいってどうですかってなって俺波です昔はウェーブじゃなくて波って言ってたんですけど引いて波が出るっていうのでそれでウェーブって俺もいいですねウェーブ最高ですたくさんは映画俳優ですからそれに俺は惚れて全て俺の技術をたくさんに伝授したいやっぱ映画俳優が表に出しますと、俺それを全部映画のために消化するっていう熱い思いでちょっと全部出してくださいって言ってやっぱいるんで、たくさんは映画俳優ですよ皆さん。やっぱり先生といつも話してます侍そうですね侍が必ず取りたいその前に1%をもう絶対成功させましょたった 1% の限られた人間が本気で作った映画ですよね。実はこの「1%」っていうタイトルは稲川先生がうそうですいただいたんですねいただいたんです。たった 1% の侍がこの国を大事にいい映画を作るだから 1% たった 1% の坂口拓のそのキャラクターをどういうふうに作っていけばいいかっていうのを稲川先生に相談した時にこうなんじゃないかと 1% 今のお話をしてくださって「1%」というタイトルが視聴者さん出来上がったんです。作りました、タクチャンネルいい話になったけど1%の最後先生のやっぱりさ全力の肘でちょっと久々にペットボトル持ってもらって格闘パンチ、体液を入れてるようなもんなんで、前も打った時に、パンチで打ったやつ前回やりましたよね日本の自衛隊の特殊部隊はみんなこれで練習してます、はいだからこれでちょっと試してみて視聴者の皆様、これねちょっとね想像してください。これが人体、もしくは顔だと思って今からこのペットボトルがどうなるのか、そして僕の人体がどうなるのかっていうのを検証してみたいと思います。この肘のウェーブを下から上に上げますんでパンチやお疲れ様でしたちょっとパンチ打とうと思っちゃったんですすいません大丈夫ですか？でも視聴者の皆さん今これプシューなったじゃないですか。これもし頭だったら脳みそバーンですよ。これ脳みそバーン見てもなんだよ仕事終えたみたいな顔は。じゃあ橋田エンディング。タクチャンネルいやタクちゃん申し訳ございません教訓は佐渡帰り先生とコラボダメ。じゃあ起き上がって大丈夫だからエンディングしようもう終わろう
申し訳ございません。ということでね、視聴者の皆様、このチャンネルがいいなと思った方は、ぜひボタンよろしくお願いします。今日はね、小田頑張ったなと思ったらチャンネル登録のポチッと押してください。ポチッと。そうですね。あとワンパーセンター必ず見に来てください。はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございましたありがとうございます。先生お疲れ様でした。今日はこれはもうベースにいきたいと思って。すっげえ。ワンパーセンターね。ここやっべ。こうが入ってます。じゃあもらっちゃったって自慢してよね。これまた先生。いいインコ貼って貼っていただければ本嬉しい。当、は俺の部屋でもいい？い。ああいいです。もちろんです。じゃあありがといえいえよろしくお願いします。う。もらいました。